絵描いて辛くなるってことがね、僕はあんまりないんですよね。絵と自分っていうのはね、ちょっと分離してるんですよ。絵の価値イコール自分の価値を全くイコールにしてないんですよ。で、おそらく絵を描いてて辛いっていう人はですね、絵の価値イコール自分の価値にしちゃってる人。絵が上手くないってことは自分の価値はもうない。だから辛いって感じちゃうんでしょうね。そんなことないんですよね。当たり前の話なんですけど。そう感じるぐらいね、本当絵に集中する、熱中するってこともね、それはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、全くそんなことないんですよ。自分の話になっちゃいますけど、自分が19歳、18歳ぐらいからね、本格的に絵を描き始めたので、最初全然描けませんでした。で、その時はですね、やっぱりね、中高生から描いてきた同じアニメサークルの周りの人、の方がそれはうまいんですよ。全く気にならないって言うと嘘なんですけどそこまで気にしてもしょうがないじゃないですか。だって書けないんだもん、書いたことないんだもん、そんなにたくさん。だからそのことを気にしてもしょうがないし、年齢とかタイミングとかあんま関係ないと思うんですよね。最近書き始めた人はですね、いやそりゃ書けなくて当たり前ですよ、だって書いたことないんだもんね。なので今書けないことなんて全然気にしなくて僕はいいと思うんですよ。むしろ気にした方がいいのって、そもそも書くのが好きなのか楽しいのかとか、あるいはどのジャンル書いてる時には楽しいのかとか、楽しいってなんだろうってねちょっと自問自答するんですけど、時間を忘れてできることなんじゃないかなと思うんですよね。時間ってやっぱ長く感じるでしょ、つまんないことやってる時って。で、楽しいことをやってる時ってこう一瞬で時間が過ぎるじゃないですか。しんどい思いしてまでやる価値があるのかないのかをまず一旦こう判断した方がいいんじゃないかな。ずっと考えられるとか、ずっと興味を持っていられるとかねっていうことって多分向いてるし、多分楽しいんですよ。でもその先のしんどいことって多分耐えられるんですよ。自分が楽しいと思うこと、やりたいことに関しては耐えられるんだけど、自分が楽しくもないやりたくもない心のどこかで自分向いてないって思っちゃってる、多分向いてないんです。それを我慢してなんかやんなきゃいけないっていうのがですね、多分ね、もう二重にしんどくて、それも多分無理なんですよ。大事なことはやっぱ自分に偽らずに行動し続けることじゃなければ、逆に言うと世間的な評価は多分得られないんですね。なんでかっていうと長続きしないからなんだよ。長続きしないし、長続きしないことは成熟というのかな、しないし、でそういうことは多分その世界では勝ち上がれないしみたいな感じ。違和感ってね、あったらね、長続きしないんだよね、これね。そう、一枚の絵にね、全て僕は集約されてると思ってて、一枚の絵の中で、なんか気持ちが悪いなって変だなと思ったらですね、多分それね、最終的にいい絵にならないんだよね。違和感ってね、大きくなることはあっても小さくなることはないんですよ。今日のね、話、なんでしんどいのって言ったらですね、この違和感をですね、放置してしまった人の最終的な末路がしんどいなんですよ。一枚の絵の違和感に気づくのと、自分の人生の選択の違和感に気づいてそれをやり直すのは本当に同じだと思うんですよ。ね。で、しんどい人は絶対何かを放置してます。ただね、本当若い時とかね、やり始めの時はね、なりふり構わず、自分がやりたいことをやることにまずは集中した方がいいですよ。まず自分に対して誠実に真面目になるっていうことが結構難しいんだな。自分がプレイヤーとして楽しいか楽しくないかなんですよ。要するに楽しかったらやりゃいいし、楽しくなかったらやめればいいんです。めちゃくちゃシンプルなんです。でそれが AI とかいろいろあるかもしれないし、過去の名作がいっぱいあるから俺がやっても意味ないや、 AI が作るから俺意味ないやと思ったらやめればいいんですね。そうでもだけど面白いんだったらやるんですよね。だってゴルフのね、すごい名プレイヤーがいっぱいいるんだったら、俺ゴルフやんなくていいじゃんってならないでしょ。上手い人いっぱいいるけど俺やるもん。だって楽しいからね。そう俺下手くそだけどさ、そんな人たちに比べたら本当は下手くそだけど俺やるよって、だって楽しいから、ただそれだけの理由ね。やるかやらないかっていうのはめっちゃシンプルに楽しいか楽しくないからスタートするんですよ。でそっから長く続けようかとか、それを商売にしようかとかどうだろうねっていうのはですね、そっから先は需要と供給の問題であるとか、いろんな問題がねまた別に発生するんですけど、やるかやらないかで言ったらね、楽しいか楽しくないかしかないんですね。それ以外の理由ないんですよ。他人の目を気にしちゃダメだっていうのも嘘で、他人の目は参考なんだよねとか、他人の目を使って自分が上手くなるんだよ。いや他人の評価とか他人の目ってやる気をもらうのにやっぱすごく役立つから、いい感じに利用して、それも
使うんだよね。なんで全部使うの。全部使うの。絵を続けるためには全てを使うんだよ。最初の頃は他人と比較したらしんどいに決まってるから、他人と大して比較しないんですよ。それは使い方次第だよね。自分でそのマインドコントロールってあるじゃん。マインドコントロールって洗脳ってさ、日本語で訳されるんだけど、他人洗脳はねダメなんだけど、自分で洗脳してください。自分のこと自分のマインドをコントロールするってことが、実は今日の話の一番大事なことなんですよ。他人に見せていい感じに刺激を受けて自分を成長させなきゃいけないタイミングになったなと思ったらそうする。まだ自分は生まれたてほやほや、まだこうちゃんと固まってないなってね、まだぷわぷわのですね赤ちゃん状態でですね、外のこの真冬にですね散歩させないでしょ。危険だよね、こんな極寒の中歩かせたらね。ある程度大人になって、ある程度強くなって、自分でさ帰ってこれて判断力があって、初めてこの散歩っていうのはですね、外外出っていうのはですねいいじゃないですかね。あまりに自分がですね育ってないのに、こんな寒いところを外出しちゃダメでしょ、その赤ちゃんとか。それと同じなんだよね。自分がちゃんと育ってないのに、そんなネットの激しい苛烈なですね競争のところとか、アニメーターになったりしてですね、競争の激しいですね、ちゃんと食えないようなところにですね自分の身を置いてどうするんですか。まずはこう自分がですね定着するというか安定するまでですね、まあいい感じにネットを見たり見なかったり、SNS でやったりやんなかったりを、自分のマインドをコントロールしながらぜひねやってほしいなと思いますというところで、終わりたいと思います。そんなところでご視聴ありがとうございました。じゃあね。